今回は2005年のフェルナンド・アロンソがどんなドライビングをしていたのかというのを紹介したいと思います。アロンソは最年少でワールドチャンピオンになるわけですけども、その速さはどんなドライビングから生み出されていったのかっていうのを見てみたいと思います。2005年アロンソは意図的にアンダーステアを誘発させるドライビングスタイルだった。レースエンジニアのパット・シモンズさんはこう言ってます。フェルナンドのスタイルは万人向けではなかったが、当時のミシュランタイヤのグリップピーク、一番美味しい領域を瞬時に引き出すには、あの急激な入力が最適解だった。本来の F1 のドライビングからはかけ離れた言葉が出てきてますね。意図的にアンダーステアを誘発させると。で、万人向けじゃないけど、あの時のミシュランタイヤにはこれが最適だったと言ってますね。普通はアンダーステアを出さないように走るものだと思うんですけども、一体どんな運転だったんでしょうか。コーナーの頂点よりもかなり早い段階でステアリングを切る。タイヤのたわみ、スリップアングルを強制的に作る。タイヤ温度が上昇。アンダーステアが出た直後、ねじれたタイヤの復元力と荷重がフロントに乗り、一気にタイヤが路面を捕まえる。一瞬でマシンの向きを変える。という流れなんですけど、とても F1 の運転とは思えないような特殊な運転をしてますよね。早めにステアリングを切って、スリップアングルをわざと作る。これがさっき言ってた自分でわざわざアンダーステアを作り出すってことですね。アンダーステア状態なのでタイヤはねじれて、路面に対して擦れてますよね。で、タイヤ温度は上昇します。タイヤがねじれてる時というのは軽くフロントに減速がかかってる状態だと思いますので、自然とフロントに荷重がかかってくるんでしょうね。で、タイヤグリップが回復した瞬間に一気に旋回できると。なんですけど、この時のルノーのマシンはなんでこんな運転が可能だったのかということなんですが、理由は3つあります。1番、タイヤ特性を最大に活かす。2005年はタイヤ無交換レギュレーション。ミシュランのフロントタイヤはケーシングが非常に強く、アロンソのような強烈な入力を受けても潰れず、しっかりとコーナーリングフォースを発生し続けるタフさを持っていた。2005年はレギュレーションで、レース中のタイヤ交換が許されていませんでしたので、スタートからゴールまで同じタイヤで走っていました。なので、タイヤの構造自体も硬いし、コンパウンドも硬いわけですよね。ということは、タイヤに対してかなり強い入力をしても、タイヤが潰れないということがあったようです。で、2番目、リアの強力なトラクション。ルノー R25、R26 は、リアの安定性とトラクションがずば抜けて高いマシン。フロントをどれだけ手荒に扱っても、リアがブレーキしないという絶対的な信頼感があり、アロンソは安心してフロントを振り回すことができた。2005年、2006年のルノーのマシンはトラクションがとても優れてるんですね。なので、フロントを多少振り回したところで、リアは簡単には滑らない車体特性だったということですね。で、3番、マスダンパーを活用。アンダーステアから急激にグリップ回復のドライビングをしてもタイヤが跳ねて滑り出すことがなくなった。マシンのピッチングが抑えられたことでウイングが常に最適な高さをキープできるようになり、空力性能も安定した。この2005年の R25 はフロントにマスダンパーが入っていました。これが入っていることでアンダーステア状態からフロントタイヤが急激にグリップを回復した場合、普通であればフロントが急に持ち上がるような動きをするはずなんですけども、このマスダンパーがついているおかげでそれがかなり抑えられたんでしょうね。多少のピッチング動作は車が抑えてくれるので、それを前提でコーナーリングできるということですね。もちろん最後に書いてある通り、マスダンパーでフロントが跳ねないということは、ウイングの位置も上下しないですから、空力性能としても安定するわけです。で、アロンソのコーナーリングを改めてまとめると、こういうことですね。1番、通常のゆっくりとした初期打角ではなく、最初にショックを与えるように急激にステアリングを切る。2番、意図的にフロントタイヤを滑らせ、アンダーステア状態を作る。3、グリップが戻る瞬間に打角を戻し、強力なリアグリップを使って立ち上がり加速につなげるという流れでコーナーリングするわけですね。この車がこういう入力をしても大丈夫という車
だとしても、チームメイトのフィジケラは使いこなせませんでしたよね。アロンソの方が圧倒的に速かったです。アロンソよりもフィジケラが速かったのは、おそらく開幕戦と最終戦ぐらいだったんじゃないかなと思いますね。1年通してほぼアロンソの方が圧倒してました。なので、車の特性を理解して、最大にそれを引き出していたのがアロンソだったということですね。アロンソのラインは鋭角な V 字。コーナーの手前でマシンの向きを一瞬で変え、クリッピングポイントについた瞬間にはすでにマシンがストレートに向かってまっすぐになっている。強力なリアトラクションを活かし、誰よりも速いタイミングでアクセルを踏むことができた。アロンソのようなドライビングをしてると、ライン取りはもうほぼ V 字ラインというか、狭いラインを通って曲がっていっちゃうわけですね。アロンソがバトルした相手は、ほとんどがライコネン。いくつかのレースでシューマッハという感じでしたけど、エンジンパワーは他の2台の方が明らかに上でした。ですけども、アロンソはこのコンパクトなライン取りと速いアクセルオンによってシューマッハとのバトルにも勝ちましたし、ライコネンとの戦いも負けてしまったレースもありますけども、自らのドライビングテクニックによってそのエンジンパワーの不足分を大いに補ってたと思います。つまり、この年のアロンソはライバルよりも不利な部分を抱えていたけれども、それを自らのテクニックと戦略によって勝った。チャンピオンになったっていうのは間違いないと思います。今回の内容はアロンソのドライビングだけに特化して紹介しましたけども、今回が好評であれば、もうちょっとこの2005年全体の戦い方であるとか、もうちょっと細かいマシンの情報であるとか、あるいはアロンソの戦いぶりというのを紹介したいと思います。今回はここまでです。また次回頑張りますのでよろしくお願いします。